埼玉県の秩父市に来てます。レールが現存している非常に稀有な森林鉄道跡の一つ、入川森林軌道を訪ねたいと思ってます。ただ険しい場所が多くて本格的な登山に近い状態になることが予想されるのと、どんなに短く見積もっても12、3キロ歩くことになるので大変かなと。当時川俣っていう場所なんですけれども、この辺りは森林軌道が施設されたことによって非常に人が集まってきて集落を形成していたらしいんですね。パチンコ屋さんとか銭湯ができて、今のこの静かな感じとはちょっと違う景色が広がっていたみたいなんですね。20年ぶりで現在の状況がわからないので、国道140号から分岐しています。分岐してすぐのところにはお家なのかながあります。で、今はとても静かな川俣なんですけれども、森林軌道が現役の頃の地形図を見ると、川俣周辺には黒マスの記号が割とたくさんあって建物を示しているので、軌道の工事などに関わった人っていうのはこの辺に集まって居住していたんじゃないかなって。この建物も非常に古いですね。タイル張りでちょっとモダンな感じです。このタイル張りのあたりと日差しがあるのが普通のお宅じゃなさそうですよね。ここから先は関係車両以外は入れない。でも現在ではね、登山道として開放されているので人は入ってもいいっていう場所になります。もともとここって明治の初期ぐらいには大滝村の村有林だったんですね。大正5年に東京大学、当時の東京帝国大学が広大な土地を購入したんですよ。で、目的としては、林業、森林資源の研究、そして財産の確保があったと思います。それがこの東大演習林の始まり。関東木材って、今はもうない会社なんですけど、最盛期には300人を超える人員を抱えていて、面倒見のいい会社だったっていうことなので、福利厚生みたいな感じで、銭湯があったのかもしれないなって。倉庫の後ろに石垣が見えますね。これこそが入川軌道ですね。当時のままの感じ、レールがある。私が今いるここが京大なので、そこから木橋が始まって向こうの多分大岩の上ぐらいに接続されるようなイメージだったと思うんですよね。いやー、かっこいいな。私これ20年前は多分歩くことに一生懸命で脇目も振らずに進んでたと思います。レールが登場、しかも複線区間ですね。右左で分かれてすれ違うこともできたでしょうし、もしくはトロッコを留置したりとかしてた場所だと思います。20年ぶりの再会に称賛の言葉が出てこないぐらい、今森林鉄道なんですけど、北海道から沖縄まで1000路線8000キロはあったとされまして、借伐した木材、それを運ぶのが主たる目的ではあるのは間違いないんですけど、集落が途中にあったり奥地にもあればその物資を運ぶ。林業で集落が栄えて学校ができれば通学路としての利用もされたと。そういった山に住む人たちの拠り所になっていた部分もあり、でなおかつその運び出された資源っていうのはさまざまな用途に使われて、日本の近代化っていうのを根底から支えていたと。決して目立つ存在じゃなかった。私もある一冊の本を手に取らなかったら多分知らないまま年を重ねていたでしょう。でも知ったからには歩きたくなる、その存在っていうのを小野が眼に焼き付けたい、そういった存在が森林鉄道じゃないかと。
この入川沿い林業で交流したエリアなので、銭湯とかそういう施設があってもいいのかなと思ったんですけど、あ、これは電柱の跡ですね。どうもどうも。電灯があったか、どっかから電気引いてたか。じゃあこの辺もっと電線があったんだね。あー、素晴らしいね。この片道もレール付き、空前絶後のいい景色ですよ。だいぶ標高が上がってきて谷も狭くなっていく中で大きな断崖に挑んだ証拠ですね。当時の精一杯の形がこれだった。それがもしリスクのある形状だとしても私は美しいと思う。赤沢の出会いですね。出会いって沢と沢の合流地点のことを指すんですけど、ここが皆様ご存知荒川の起点になります。ここからこの入川、荒川とも呼ばれてスタート地点ということでこの石碑がある。でこの後上部軌道に接続するんですけれど、上部軌道はもみ谷っていうところまで続いてるんですけれど、約 2.34 キロ続いてます。ここからですね、簡易索道と呼ばれるワイヤーを張った構造物で下に下ろして、今まで私たちが歩いてきた軌道で川俣まで運んでいたと。出会いのところがだいぶ荒れてて、ちょっと王子の面影っていうのを推し量ることができないんですけど、簡易索道のワイヤーですね。回収しないんだなって。だいぶ登ってきました。そろそろ軌道跡じゃないかしら。あー、レールだ。レール落ちちゃってるけどレールある。深山幽谷に突然と現れる人工物、それが日本を近代化を支えた仕事道の名残であるぞと。ちなみにここが分岐で、左に登る道を行けば十文字峠、このままなだらかに行くのが山道って書いてあるんですけど、川俣から入川沿いに歩いて注意深く伺ってるつもりなんですけど、なんか銭湯とか娯楽施設とかそういうのなさそうですね。滑りますね。路盤も見えないし、無理してここ下るのは蛮遊ですね。あー、いますね、なんかいっぱい。石井さん、これ歩きました？いや、そこ歩いてないよ。2つに分かれてる蹄だから鹿かなと思うんだけど、3本は何だろうね。なんかもう1匹いるような気がするんだよね。これ鹿だと思うんだけどだいぶ怖い。今回はこのぐらいで安全に安全をとって帰りたいと思います。無理せずまた来ればいいやという気持ちで常にいるので、多分それが今まで生き残ってる秘訣ですね。危ないなと思ったら帰るようにしてます。お疲れ様でした。集落の痕跡もほぼほぼわからないですし、娯楽施設もどこにあったのかっていうのも見当がつかないので、地元の方にお聞きできればいいなって思います。秩父市立秩父図書館、村内の集落の写真を写しているの中で川俣も取り上げてて、今はパラパラと古いお家が並んでるだけのところにもっとぎゅうぎゅうにお宅が並んでて、ただそれ以上のことは分かんないですね。なんか他に共同浴場があったとかそういうのは書いてないので。平成13年の大滝村物知電話帳、ここスタートして緑が国道で
分岐してこっちに来たんですけど、ずっとお名前が書いてあるんで。おかけになった電話番号は現在使われておりません。んだ。じゃあ次の方。おかけになった電話番号は現在使われておりません。進んでないね。このエリアに一人だけ心輪軌道を調べて本を出された方とお話しする機会があって、もっとお家があった頃の景色って覚えてますか？父親が小池製材の仕事をしてたから、川俣が拠点だから東大の演習林とか国有林を切ってたわけですよ。4000メーターぐらいのそのワイヤーを引いてたんだから。入川軌道、滝川軌道の他に索道の拠点にも川俣が、トロコールも見た。当時だから電話もないから手紙書いて、それもみんな索道で運んだっつうんだ。戦前は関東木材の従業員を中心とする約70棟の村落ができた。俺が子供の頃30軒ぐらいあったんだから。昔のうちは今のような大きい家じゃないから、第8ぐらいまで運んでまた建てるんだから、結構そうやって引っ越す人がいて、平屋ですぐに移設できるような、もう炊事場と寝るとこだけ。銭湯とかそういうのもあったよみたいに書かれてる方がいて、銭湯は日津中津川の奥。じゃあ鉱山の労働の方の共同浴場みたいな。そうそうそう、劇場みたいなのもあってね、映画やったり、あとこうなんかマジックショーみたいなやつね。遺構っていうのはだんだんなくなってしまうものだと思うんですけど、でもそんな中で私みたいに実踏したり、地元の方がああやって調べて記録に残してくださったり、消えてしまっても記憶からは記録からは消えないっていうのを、すごく感じ取った一日になりました。